19時になりましたね。皆さん、はい。こんばんは。皆さん、こんばんは。こんばん建築は。情報学会ミートアップボリューム3、ただいまより開始いたします。3回目、ボリューム3ですね。前回が4月だったので、2ヶ月ぶりですかね。ぐらいですかはい。ね。ご無沙汰しておりますという感じで。はい。本日ではですね、もですね、はい。変わ前回にらず。引き続き MC はこの2人、私、人気制作兼、ユニティの方でですね、やらせていただいている竹内一生と、はい。はい、建築情報学会事務局をやっております。表に出る黒子というか、はい。事務局の夏木瑠璃です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。で、まずですね、引き続きなんですが、お願い事項がございます。こちら、建築情報学会ミートアップですね。ぜひ SNS 等での情報発信ご協力お願いします。ハッシュタグ、建築情報学会で、ツイートしていただきますと、今日参加されている方とか、いろんな方々と交流もできます。あと、YouTube のチャットもですね、ぜひ有効活用してもらって、ガンガンコメントいただけると助かります。で、登壇者の方からですね、スクリーンショットとか拡散 NG の項目がある場合がございます。その際は、投稿はしないようにお願いします。一応現状聞いてる限りでは、ないそうなので、ぜひなさそうですね。皆さん、はい、ハッシュタグ等ですね、コメント等で、盛り上げていただけると嬉しいなと思います。で、今回終了後ですね、懇親会もございます。で、懇親会は Discord のオープンチャンネルにて行いますので、ぜひ、この会がですね、終わる頃にも再度ご連絡しますので、ぜひぜひご参加いただければと思います。いつもね、結構懇親会も盛り上がって長くありますよね。やってる方多い結ですよね。構盛り上がってるので物質のような感じっていう風に。初見の方もですね、ぜひぜひ、怖がらずに入ってみて、声を出して喋ってみてください。はい。では、本日のタイムテーブルはこのような形になります。で、本日ですね、皆さん、タイムテーブル見ていただいてわかるかと思うんですが、どうやら何か我々とか今日視聴者の方々もですね、多分この言葉知らない人いないんじゃないかっていうキーワードが並んでいるかと思います。そう、本日ですね、ビムというキーワードがたくさん並んでいて、これ裏のタイトルがですね、ガチビム会となっております。で、本日登壇される方々ですね、建築情報学会の、学術委員会のちょっとある志出先生だとか、あとは下川先生の方からお話しされたりとかですね、建築情報学へという本も執筆されている石澤さんの方からも、今日、このビム、すごく多分濃い話が、このメインセッション3つで聞けると思いますので、なんかドキドキワクワクしながらですね、聞いていただければいいかなと思います。大丈夫ですかね、夏木さん。はい、大丈夫です。すいません、今ツイートの方をちょっとしておりまして。はい。建築情でですね、報学会の、はい、はい。始まりました。じゃあ次いはい。きますね。で、会員限定でですね、実は、ボリューム2までですね、いろんな皆様との交流ということで自己紹介作っていたんですが、会員限定で、スクラップボックスというサービスを使ってですね、今、会員の皆様の、プロフィールをまとめている、そういうような、ことをしております。で、こオンラインこにですね、プロフィールという形ですね。オンラインプロフィールですね。で、いろんな方々が、自分が今こういうことしてるよ、こういう分野、すごい得意なんだよとか、逆に、違う分野興味ありますとかっていうのをですね、ハッシュタグのような形で保存することができます。で、それぞれでそうとして、コンタクトを取れるようなことをしていますので、ぜひ会員の方はですね、こちら、プロフィール記入いただいたりとか、会員でない方もぜひ参加していただいて、この皆様と交流を図っていただければと思います。はい、会員でない方は、会員に入会していただくと、入会参加できるというふうな形入なので、会してください。
はい、入会を、はい、ぜひにお願いしたいなと思っています。こちらのスクラップボックスの URL なんですけれども、今は、会員ページの一番初めにご登録いただいた方へという記事の中に、リンクが、表示されております。Discord の方だとちょっと探すのが大変とかですね、リンクが見つからないというようなこともあるかと思いますので、後ほど会員ジェネラルの方にも貼りますが、今一番見やすいのは多分、会員のマイページのフェロのところからですね、進んでいただけると分かりやすいかなと思います。はい、そして、前回の振り返りをちょっと簡単にですね、させていただきたいと思います。前回ですね、メインセッション、このお二方に講演いただいております。はい、理事のお二人ともですね、はい、粕谷さんと酒井さんに。酒井さん。はい。粕谷さんの方からはですね、スマートビル、スマートシティとかですね、あとはコモングラウンドリビングラボといったような、内容をお話しいただいてたりとか、MIT の酒井さんの方はですね、NFT という、まあ、皆さんちょっと知らない方もいるかもしれないんですが、面白い仮想通貨と言っていいんですかね。そうですね、仮想通貨と言っていいと思う。暗号というか、はい、暗号というか、トレードというかというところをですね、お話しいただいております。なのでですね、視聴してない方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、アーカイブ残ってますので、見てみてください。こちらのアーカイブもですね、今はYouTube のチャンネルから見られる形になっているんですが、こちらも会員ページとオープンページの方にリンクが表示されるようになりますので、もう少々お待ちいただければなと思います。はい、で本日も LT ありますが、前回の LT をですね、このような面々があります。ちょうどですね、前回、プラトー、国交省が出しているプラトーがですね、オープンされたばかりというところもありまして、プラトーを使った事例だとか、あとはライのグラスホッパー系のお話だったりとかっていうのがありました。こちらもですね、ぜひぜひ、見ていない方いましたら、ご視聴いただければと思います。インパクトがすごいですね。これ、左下とか。すごいですよね。バーチャル登壇もしていただきながら、実際に東京都の中をですね、巨人になって歩き回ったりとかですね。ゴジラごっこでしたっけ？そうですね。すごく面白い話が聞けると思いますので、ぜひぜひご視聴いただければと思います。はい。はい。要チェックですね。というところで、はい。じゃあ、早速、メインセッションの方に移らさせていただきます。建築のビムにおける情報学ということで、志出先生の方から、発表お願いいたします。じゃあ、バトンタッチしますね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、見えております。はい、それでは芝原工業大学の指令からですね、建築のビムにおける情報学というようなタイトルで、話をさせていただきたいと思います。自己紹介なんですけども、こうやっていろいろですね、あちらこちらのビムに関する会議とかに呼ばれておりまして、で、こうやって上げてくるとですね、なんかいろんなことところで参加させていただいてるんだなというふうに思うんですけども、これ一言で多分言うとですね、もうどっぷりとガチビムの人間でございます。からどちらかというと情報学といってもですね、一般的なプログラミングとかそういったような情報学というよりは、ビムの中のですね、建築の情報学みたいなものって一体どう考えるのみたいなようなところの方が、多分私の主戦場になっているのかなというふうに思っております。で、こんだけいろいろですね、ビムに関する推進していこうという協会っていうのは、私が関わっているだけでもこんだけあるんですけども、その他にもですね、皆さんご存知のように、ビルディングスマートジャパンだとか、あるいは設計の、建築家協会とか設計事務所協会とか、建築家協会とか、設計産会とか言うんですけども、そういうようなところだとか、ありとあらゆるですね、建築に関わる職能だとか、学協会みたいなところが、このビムについてですね、いろいろと、日夜、議論をしているというのが、建築産業のですね、建築産業の今のビムの状態です。
で、こういうさまざ、まな会議体がですね、何を検討しているのかという話なんですけども、語弊があるかもしれないですけども、ざっくり言うと、多分こんな3つに分けられるのかなというふうに、思っています。で、一つはですね、上の方にあります、ワークフローのガイドラインと、いわゆるガイドラインですね。特にBIM を使って建築のプロジェクトをどうやって進めていくんでしょうかっていうような、そういう、ガイドラインを、いろいろと検討していると。こういうのが一つ多分カテゴリーとしてありまして、でその主たるところがですね、国土交通省の、建築 BIM 推進会議というところが、親玉的に担っているという感じになります。で、その他ですね、先ほど申し上げた設計3回というところが、やっぱり、設計の中で、BIM を使ってやっていくプロセスってどうなんだろうねというので、建築 BIM 推進会議で、検討している内容に、さらにそこの設計に注目してですね、もうちょっと細かく検討するとか、そんなようなことをやっていたりですとか、あるいはビルディングスマートジャパンですね、BSJ というふうに略して言いますけども、CDE と書いてありますけども、共有データ環境ですね、コモンデータエンバイロメント、これについて検討していたりだとか、これもやっぱりワークフローなんですね。どういうふうにクラウドを使いながら、BIM のデータの確認事項とか承認事項をどうやって切り増していこうかという話ですから、こういうようなことを検討している方々がおりますと。で、もう一つはですね、パラメータ、属性情報、プロパティとか、言いますけども、こちらについて検討している団体が、たくさんあったりします。で、ここはですね、どこが一番メインどこになるかというと、BIM ライブラリ技術研究組合、業界の中では BLCJ というふうに言っていますけども、ここがですね、こういう属性情報とかを検討していたりします。で、その他ですね、純粋にパラメータかどうかはちょっとあれですけども、建築確認で BIM を活用しようと、こういうことを検討している協議会もありまして、でそこはですね、建築確認申請に BIM を使ってどうやって効率化していこうかっていう話なんですけれども、結局はやっぱりパラメータをですね、確認申請に必要なパラメータ一体何なんだろうねということを検討をしているというのが、あったりします。で、それからですね、日本建材住宅設備産業協会、建産協というところですけども、要するに住宅部品だとか、建材だとか、こういうのを、いろいろやってる団体ですけども、ここも最近パラメーターの話を、検討したりだとか、あるいはビルディングスマートジャパンの中にも、属性情報、特に施工にどうやってつなぐのかっていうところのパラメーターを、検討しておられたりですとか、あと、CLT みたいな中高層の木造を、いろいろと検討している、日本住宅木材技術センターというですね、ハウテックとか、こういうところも、木材に関するパラメータって一体どういうものが必要なんだろうかみたいなことをですね、検討を、していたりします。で、その他ですね、構造技術者協会、JASCA さんですとか、あるいは設備の方の団体とかでも、やっぱりこのパラメータってすごく BIM で大事なんだなというようなことで、検討を、しておられたりするわけです。で、それからですね、もう一つは分類体系というですね、クラシフィケーション、システムというようなものですけども、こちらの方につきましては、日本建築積算協会というところが、検討をしていると。こんなふうにですね、大きく BIM の、検討と、をカテゴライズしていくと、ワークフローとパラメーターと分類体系と、こんな3つのような、ところが今、現段階で、議論が進んで、されているところです。で、その他ですね、これから、多分今年、来年ぐらいから、検討を始めていかなければいけないよねと言ってるところが、ちょっとこの黄色い、濃い黄色いところですけども、設計施工とか、維持管理、こういった、建物の、ライフサイクルの中で、各ステージで、どうやってデータをつないでいったらいいんでしょうかみたいなことですとか、あるいは建築確認とかコストマネジメントとか、維持管理運営とか、マネジメントの方の、合理化をどうしていったらいいでしょうかみたいな話ですとか、ちょっとこの黄色の薄いところはもう少し先になるかなと思うんですけども、調達だとか製造とか、いわゆる e コマースですね、e コマースのデータ連携どうしましょうかっていう話ですとか、ビッグデータ、それからインフラプラットフォームとの連携ですね、プラトンみたいなものも含めて、どうやって連携していったらいいでしょうか。
で、あとですね、設計の報酬のあり方というのも、BIM が普及していくと、変わっていくと思いますので、こういった設計の報酬、あるいは制度とかのあり方がどう変わっていくだろうか、あるいは教育というか、資格ですね、資格の認定とかどうなっていくんだろうか、こういうようなことが、少し先に議論として用意されているのかなというような感じです。で、こういう感じなんですけども、ガチビム的な話でいくとですね、今最大の課題は何かというと、ビムで図面を作るにはどうしたらいいのかというのが、やっぱり実務上はですね、一番重要な課題になってきます。で、ビムのソフトですね、レビットとかアーキャドとか、いろんなソフトありますけども、その中で図面を作っていくというのは、できるっちゃできるわけです。で、その中にテキストいっぱい書いたり、寸法線いっぱい書いたりすれば一応図面できるんですけども、そんなふうにですね、せっかく BIM のソフトの中で書いているのに、たくさんテキストとかいっぱい入力しても、修正とか大変だよねということで、こういうタグというものですとか、そういうのを使ってですね、このパラメータの中にあるテキストだったり情報を図面の中に自動的に表現をするということをやって、テキストで加筆をしないで図面を作るというところにどうやって到達すればいいんだろうかと。これがですね、実務上での BIM の多分最大の課題になっているんだろうなというふうに思います。で、こういうのはですね、大手の会社、企業さんは、自分たちの中でもずっとこういうのを積み重ねてきていますけども、やっぱり中小とか地方とかに行けば行くほど、ここの部分が今、大変重要なポイントになっていて、でだからこそ、パラメータってどうしたらいいんだろうかっていう議論がですね、巻き起こっているというような感じでございます。で、先ほどですね、BLCJ という団体、BIM ライブラリー技術研究組合ですね、ここが今、検討を進めている、いろんな団体ですね、いろんな団体と、パラメータの共通化をしていこうじゃないかということで、議論をしていってですね、まだ議論中です、これは。決定ではなくて議論中なんですけども、とりあえずいろんな方々が言ってる意見をですね、集めてくるとどうなるかということを今やってるんですけども、そうするとですね、この225項目のパラメータ、窓ですよ、窓。窓だけで225項目のパラメータがあるというような状態になっています。ですけども、これ225項目をですね、先ほどのレビットであれば、このプロパティの画面にですね、ずらずらずらっと225項目並べるわけにもさすがにいかないだろうということで、何かこれやっぱ選別していかなければいけないんじゃないか、あるいは他にですね、BIM ツールの外側に戻すことはできないか、こういうようなことをおそらく議論をしていく必要があるんだろうというふうに私個人は思っていたりします。で、このパラメータなんですけども、重要な役割なんですけども、建築要素に対するですね、要求性能、例えば法的な要求性能だとか、あるいは空間としての要求性能ですとか、ここの壁には遮音性能がどれだけ必要だみたいな、そういうですね、設計要求水準みたいなものがまずないとまずいよねと。で、それに対するですね、設計的な解ですね、解決。これがやっぱり記述されていないと、何に対する何の情報なのかがわからないというようなことになるんだろうと思います。で、この要求性能と設計解なんですけども、このワークフローですね、建築プロセスのワークフロー、特に設計の中で、どのあたりでじゃあ要求性能が出てくるんでしょうか。で、どのあたりでどういうレベルの設計解が出てくるんでしょうかっていうのが、大体ですね、基本計画あたりでは、設計要求条件として要求性能とか基本機能とかが、定義されていくでしょうと。で、基本設計あたりになると、それを空間の大きさ、形、それから、大雑把な、解決として、出てくるでしょうと。で、実設計レベルになると、やっぱり確認申請だとか、あるいは施工の調達だとか、そういったところをつなげなければいけないので、製品レベルの情報まで入っていきながら、どういう材料で、どういう製品でその要求性能を満足させるのか、こういう情報が BIM のパラメータの中に入ってくるというようなことになると考えるのが、多分グローバルに一般的な話だと思います。で、その中でですね、ただ、その仕様っていうのは、単なるパラメータの記述だけで書けるものでもなくてですね、説明文であったりとか、あるいはJIS だとか、
日本だと公共標準仕様書みたいな、書籍の条項だったりだとか、あるいは小サイズですね、部分小サイズみたいなものだとか、そんな、テキストでちょっとこう書けるようなものではなかったりするわけです。で、こういうものをどういうふうに扱っていかなければいけないかというのが、BIM の中の情報学の中で極めて今難しい問題になっていくのではないだろうかというふうに思っています。で、こういうようなものに対して、じゃあ海外はどうしているのかという話なんですけども、これはですね、イギリスのですね、NBS という団体、大体会社ですね、企業がありまして、でそこがイギリスのですね、BIM に関するようないろんな、クラシフィケーションだったり、スペックだったりっていうものをまとめて出版したりしているような会社があるんですけども、そこが作っている、クラウドの、仕様書の、記述システム、コーラスというものがあるんですが、それの、画面です。で、これですね、要するに、これ例えば今、ここドアセットって書いてありますけども、あるドアについて、そのドアに含まれている部品は何でしょうか。例えばドアクローザーとか、ドアのフラッシュのパネルですとか、あるいはガラスだとか、鍵だとか、レバーハンドルとか、そういうものを全部ですね、羅列をしていきまして、その一個一個に対して、例えばイギリスなんで、ブリティッシュスタンダードの何番の条項にこれは合致してなければいけないとか、このドアハンドルはどこぞの製品で、この製品仕様で作るべきであるとか、そんなようなことをですね、こういうオンラインの中でリンクをつけながら書いていくと、こういう仕組みがあります。で、これをですね、仕様書の形ですね、書面の形で出すと、こういう形になって出てきまして、でこの青い字のところがすべてリンクが貼られているというような感じに出てきます。で、例えばこれどういうものがですね、ドアセットシステムの仕様として書かれているかというと、そもそもこのドアとはどういうものですかみたいな話ですとか、あるいはその種類と構成とか、いろんなオプションというかですね、付属品ですね、付属品についていろいろ書かれていたりとか、あるいは工事仕様、どういう施工ですね、例えばピッチいくつあたりで取り付ける溶接をしてくださいだとか、そういうような工事仕様ですとか、あと試験とか、メンテナンスだとか、こんなようなことが一通り書かれた、書類ですね。これを、ウェブの中で作っていきます。で、さらにこれ、ウェブの中で作っていきますので、BIM のデータとその仕様書をリンクするわけですね。でそうすると、BIM のデータからその仕様書の方に、ディスクリプションで記述された仕様書の方にジャンプすることができるようになっています。で、こんなような仕組みを使っていくとですね、何から何まで、BIM のオブジェクトの中にですね、すべてパラメータとして、その情報を記述するのかどうか、そういう必要があるのかというところが、多分考えなきゃいけないところになってきます。で、例えばですね、BIM のデータがあって、これたくさんの、Revit でいうとファミリー、普通でいうと BIM オブジェクトで構成された BIM の建物なわけですけども、その建物の中にある一つ一つのオブジェクトをですね、ある程度クラス分けをしてあげて、でそのクラス分けしてあげたものに対して使用書を記述していったりだとか、あるいはオープンになっているような製品のメーカーの製品仕様とか、あるいは公共が出している仕様書みたいなものとかとリンクを貼っていったり、DOI でリンクを貼っていったりとか、こういうようなことを重層化してですね、情報をつないでいって、で最終的には一つの BIM オブジェクトにリンクをすると。こういうようなことがですね、多分なされていくんじゃないかなというふうに思っています。で、この時に一つのこのオブジェクトに対して、固有の識別子、いわゆる GUID ですね、これが、紐付けていくことになるわけですけども、こんなような状態になっているとですね、ひょっとしたらば、いろんなその形状データは BIM の中にありますと。でそれからですね、情報は BIM の外に、BIM の外にというか、BIM ツールの外にもありますと。でこれらをですね、あるテンプレートで、をあてがってあげれば、用途に合わせた表現ですね、図面だとか、あるいは確認申請の書類だとか、あるいは竣工時のなんか書類だとか、そういうものに、自動的に組み立ててくれる、そういうようなことというのが、できるんじゃないだろうかと、こんなふうにも思ったりしています。
で、この時に問題になってくるのが、じゃあこの BIM のオブジェクトで、どこまで部品レベルまで分解ができるのかということなんですけども、その分解の時にうまく使っていけないかというのが、この分類体系というですね、ものです。で、要するにこう建物の要素を分類していくという、体系のものと、それからですね、工法ですね、建物を作るための材料、あるいは工事、あるいは工法、こういったようなもの、例えば型枠と鉄筋とコンクリートですとか、あるいは LGS と、石膏ボードと、クロスみたいなですね、そういうようなものに、BIM のオブジェクトの、情報から分類をしていくというようなときに、分類コードというものをうまく使ってですね、いわゆるボムみたいなものを作ることができないだろうかと。こういうことを、なんとなく今、研究を、私の研究して、検討をしようと思っています。で、こういうことがもし可能になってくるといいなと思うんですけども、この分類体系ってそもそもどういうものなのかなんですけども、これ全部ちょっと読み上げてると時間がありませんけども、結構古くからあります。要するに建築の中の材料とか情報っていうのはやっぱりたくさん多岐にわたるし、物量もやっぱり多いので、なんかこういう分類というものが必要だというような考え方は欧米では昔からありました。で、いろんな国がですね、この BIM が、普及してから、やっぱりこの分類体系が非常に重要だというのをまた再認識してきておりまして、ここ、近年というかですね、BIM の普及と一緒にこう歩を歩めるように、いろんな国でですね、各々の国の文化に合ったような、そういう分類体系の検討、あるいは整備というのが、いろいろなされているというのが現状です。あるいは ISO もですね、やっぱりこの2015年、BIM に対応して、この分類体系、建築分類体系のあり方というのが、検討というか改定がですね、されたりしています。で、こういった分類がですね、どういうところで効力を発揮するのかということなんですけども、例えばですね、セマンティックウェブみたいなような話の時に、一個一個のリレーションですね、リレーショナルなデータをつないでいくために、辞書を作ったりとか、オントロジー作ったりとか、リンクドデータベース作ったりするわけですけども、やっぱりその時にやっぱカテゴライズされてないとなかなかそのデータとデータの間のつなぎっていうのは非常に難しくなってくるわけです。で、こういうようなことを、真剣にやっぱ考えていこうとすると、やはり何かの、建物の情報が、何かの視点で、カテゴライズをされて、いると。で、そのカテゴライズそのものが割とみんなが標準で、考えているのと同じようなものであってほしいと。そういう、カテゴリーの中にですね、こういったリンクするような情報というのが、どんどん、みんなで蓄積していくと、よりですね、建物の情報というのを便利に使っていくことができる。あるいはいろんなところにリンク化していけるようになると。こういう発想で、検討が進んでいたりします。で、これはですね、もう完全に私の妄想でございますけども、そういうことができるようになると何ができるかというと、いろんなソフトウェアをネットワーク化して使うことができるようになるんじゃないかと。で、そのネットワーク化するときのキーになってくるのは、もうデータ単位でつながりがあればいいんじゃないかと。例えばですね、工程ソフトの方からクエリを飛ばして、材料のところを経由してですね、BIM の方に行って、数量のとか、サイズの情報を引っ張ってくるとか、そんなことできたらいいよねとか、積算ソフトの方からも、クエリを飛ばして、メーカーの方の情報の仕様を引っ張ってくることができたらいいよねとか、こんなようなことがですね、将来できたら、すごく建設業便利になるんじゃないかなというふうに思っています。で、こういうことをですね、夢見ながらですね、こうクラシフィケーションコードという、分類コードのことを言うんですけども、これをですね、ひたすら打ち込むというようなことをやってみました。で、これに関するですね、お話は、ついこの前ですね、アーキフューチャーウェブの方にちょっとコラムで書きましたので、この人何やってんだろうというのはそっち見ていただければいいと思いますけども、こういうBIM のですね、ソフトの中に、もうこれたくさんですね、3種類か4種類ぐらいのですね、分類コードを打ち込んでるんですけども、こういうもうコードを打ち込むだけで、実は、BIM の中の、パラメータというか必要な情報がですね、割と、7割、8割ぐらいは完備できるような、ことになったらいいよねと思いながら、こういうことをちょっとですね、研究進めようかなというふうに思っています。
で、こういう、BIM のデータの外部化というのは、前々から考えられて、いないわけではなくてですね、これはコビーといって、維持管理とか保全とか、そういうところにこうデータを、リンクさせるようなものですけども、こういうのはもう BIM がですね、普及する以前、から、アメリカの方では考えられていたりして、割と世界標準になってたりするものもあったりします。これは要は Excel データを使って、Excel のデータの中で、こいつを BIM と FM システムですね、施設維持管理用のソフトとつないでいくと、こういうような思想で、できているようなものです。イメージ的にはこんな感じになってきます。BIM のデータを、さっきのこれ Excel のコピーですけども、これを介して、ここの中でさらに情報を拡充して、こういった保全マネジメントシステムにデータをつないでいくと、こういうような仕組みが事例としてあったりします。で、これ最後のページになりますけども、じゃあ、BIM の建築のですね、BIM における情報の持たせ方、これをどう考えればいいだろうかですけども、私の考えとしては、BIM データの内部に持たせる情報は、ある BIM ソフトから別の BIM ソフトに情報が渡るものでないと意味がないんじゃないかと。あるソフトだけの中で満足できるようなものではあまり意味がないんじゃないかと思っています。だから絞り込まなきゃいけないということですね。それから BIM データの外部に持たせる情報っていうのも、これも非常に重要ですから、ここをやっぱり真剣に考えていくべきであり、API でやっぱりやり取りができるようにしなきゃいけないんじゃないかと思っています。でそれからですね、そもそも BIM ソフトがネイティブデータである必要性は、これはあるんだろうかということなんですけども、これも IFC がいいとか悪いとかいう話というのが、時代によっていい、悪いっていうのが繰り返されていくんですけども、やっぱり今ですね、もう一度この IFC というのが見直されてきていると。それは単純に、ファイルを交換する仕組みとしてではなくてですね、IFC というものがやっぱりデータベースとして機能しないだろうかと、こういうような方向性で見直されているかなと思います。で、そう考えていくと、じゃあ BIM、データ、あるいは BIM ツールですね、この内部に持たせる情報で標準化すべきものって一体何なんだろうかっていうのは、これはですね、やっぱりこれから真剣に考えていかなければいけないことだと思います。標準がないと、いろんなサードパーティーのソフト、あるいはいろんな楽しい使い方がですね、できない。だけど、標準化するといって200何十項目も全部標準化パラメータするのかっていうと、それもやっぱちょっとどうかなというところがありますので、そういったところの塩梅だとか、本当にどう使うのかっていうユースケースですね、こちらをどういうふうに考えていったらいいだろうか、整理したらいいだろうかというのが、これからの課題になるだろうと思っています。ということで、ご清聴ありがとうございました。して先生ありがとうございました。いや、窓だけで255項目、すごいですね。すごいですね。すごいですね。もう今、バーッと出てきた表でちょっとクラッとしちゃった感じですけど、でも実際に確かにまだ妄想だっていうふうなお話でしたけど、積算情報ですとか、ここのところから何もわざわざテキストで入れなくてもできる、そこが自動的にっていうのは、それができたら本当に素晴らしいなっていうところですよね。これからも期待したいところです。そういうのを日本から発信していきたいですよね。そうですね。大体ね、海外から取り入れるばっかりなんで、最近は。はい。本当にそう思います。実際、それが本当に早く、なんでしょうね、実現できて、なんて言うんでしょう、もうちょっとスピードが早く、なんて言うんでしょうね、加速してくれたら嬉しいなっていうふうに、私は個人的に思いますけど。はい。ありがとうございます。それではですね、ちょっと次のセッション、メインセッションの方に行きたいなと思います。はい。それでは、メインセッション2番目ですね。どこまで期待していいのかな、BIM。石澤さんの方にバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。では、よろしくお願いします。じゃあ、画面共有も始めさせていただきました。見てますかね。はい。はい。じゃあ、こちらで、始めさせていただきます。よろしくお願いします。建築情報学会のミートアップという形で出させていただいて、何かちょっといつもと違う、いつもと違うというか、新しい場なので、何か新しいことしようかなということで、今日はちょっとプレゼンテーションをですね、もう、竹仙さんがマスターしていらっしゃるミロが羨ましいということで、ちょっと私も
ミロでボードを作ってみましてですね。で、そのボードを、今日ちょっと発表資料にしてるんですけど、せっかく作ったんで、皆さんにも見ていただこうかなと思ってまして、こういう形でですね、配布してみようかなと思います。なので、本日の資料はこちらですね。で、今 YouTube のコメント欄に自らコメントしてリンクを貼ったのと、あと Twitter にさっき、こんな感じでツイートしたので、ここからボードに飛べると思います。ですので、今日、もしリアルタイムでご覧になっている方々は、こちらから見ていただけると、私が発表している資料を手元で追うことができるかと思いますので。すみません、多分 YouTube のコメントの URL が多分蹴られてしまうかと思う。蹴られちゃう。はい。なるほど。はい。Twitter の方ですかね。Twitter 見てください。あと、なんか共有できるところがあれば、そこで、はい、という形にしたいと思いますので、よろしくお願いします。そうだ、あと、背景がね、皆さんと同じ背景になってなくて、なんか私、大抵この白黒のやつ使ってるんですけど、今日もそのままになってて、会社がですね、Discord には行けるんですけど、添付が見られないとかいう、なんか微妙なプロキシの設定で、なんか蹴られて、ファイルがダウンロードできず、そのままになってるんですけど、私、今、大学院の方でもちょっとビムの活動してまして、そっちでプロジェクトが国交省の、ビムプロに採択されて、で、そのことを知ったその日に会社がなんか、なんか大学の方でやってるやつ国交省出たでしょって言われて。で、情報早いですね。よく、私の資料には私の名前出てないのになんで知ってんですかって言ったら、この熊の画面がちっちゃく出てたから分かったって言われて、まさか熊で見バレすると思ってなかったんですけど、なんかそんな感じでもうこれも使い続けて8年ぐらいになる背景、深い意味はなかったんですけど、なんかもう今更変えるに変えられず、今日もこの画像で行かせていただきたいと思います。で、タイトルなんですけど、どこまで期待していいのかな、ビムと。ちょっとなんというのか、ノリで若干挑戦的なタイトルをつけてしまいましたけど、なんていうんでしょう。懐疑的ってわけでは全然ないんですけど、先ほどの志出先生のお話とも連携しているところが多々あって、今のビムのフロンティアってどの辺にあって、どっから先はちょっと今期待しても大変なんだよっていうようなところを、なんとなく話にしてみたいなということで、ちょっとこんなタイトルをつけてみました。ただこういう話は今まであんまりしたことがないので、今日ちょっと初めてお出しする資料もたくさんあります。で、そんな資料を共有自由という形で出させていただくので、なんか大丈夫かなという思いもあるんですけど、なんかお気づきの方はぜひ教えていただけたら、少しずつ良くしていけると思うので、よろしくお願いします。というわけで、先ほどの志出先生のお話にあったものを受けるような、若干違うことを言うようなんですけど、データソースとして作られた BIM、モデルと属性の塊というのを見たときによくある課題点というのは何かというと、そこに入っている情報というのがちょいちょい欠けてると。さっき、示していただいたようなテーブル、特にこの右側にあるようなものが非常に包括的な例なんですけど、やっぱりこれだけの情報量をすべてのオブジェクトに入れていけるかっていうと、やっぱりちょっと難しいかなと。で、仕方がない部分もあるんです。例えば、ここで欠けてる情報の中にはこのデスクリプションとかオペレーションとかいうのがあるんですけど、これ手間がかかるっていうこと以上に、これ何書いたらいい欄なんですかねっていうのが、パッとはっきりしないっていうものもいくらかあるんですよね。だからそういうものの入力ルールが事前に確認できてるんだったらいいんですけど、そうじゃないと大変だみたいなこともありますし、あとさっきの200いくつっていうテーブルは非常に網羅的なものの例なんですけど、やっぱりそれを扉とかだったらまだ数えてなんとかなる範囲なんでいいんですけど、スプリンクラーヘッドに入れていくとかですね、コンセントに入れていくとか、家具に入れていくとかやるとすごいようになります。なので、それを入力した後、今度、正しいかどうかチェックする。特にゼネコンで仕事してると最後引き渡す直前でもうなんかドタバタで現場やっていくような感じになるんで、その中でさらにその情報を入れて引き渡しっていうのは、もちろん求められればやらなきゃいけないんですけど、志出先生の最初の方のお話にもありましたけど、じゃあそれ誰がいくらでみたいな話ってまだまだありますと。そういうようなことがあるので、大きなデータセットとしては、ちょっとまだ課題があるんですけど、この話をもうちょっと
煮詰めて考えてみたいなと思います。で、建築の世界というのは、これ建築の関係者の中でもそうなのかな、こうじゃないような気もするけどっていう人もいると思いますが、特にゼネコンみたいなところで、いわゆるビルものを作っている人間から見ると、こんな風に見えています。建築を作る人、設計者であり、エンジニアであり、施工者であり、という人たちがいて、その人たちはコンサルとか、協力会社、設備とか、カーテンウォールとか、家具とかいろんな会社さんと連携しながら作っていくわけですよね。で、その建築生産者は、自分のために作るってことはあまりなくて、基本的には建築主のために作るわけです。で、建築主がそのままその建物を使うっていうケースもありますけど、ビルものの場合はそうじゃないケースが多くて、そのエンドユーザーとか、その利用者っていう人は、その施設を持っている人とは別にいるっていうケースが多いんですよね。で、こういうケースの場合、それぞれの人たちが、それぞれになんかビム使ってこういうことしたいんだけどって思ってるんですけど、それぞれ別々というかバラバラのことを考えているのが常だと思うんですね。建築生産者は、時間効率を向上したいとか、情報伝達をうまいことやりたい、ロスのないコミュニケーションをしたいみたいなことを思っていたり、協力会社やコンサルタントはもっと意思疎通を頻繁に高い精度でやりたいとか、自分たちの生産性を上げて利潤を改善したいということを思っているかもしれないし、で建築主にとっては、収益の改善とか、何年かにやんなきゃいけない維持保全とか、あと施設そのものの魅力向上みたいなことを何かモデルとかデータを使ってやりたいともきっと思うようになると思います。でもエンドユーザーに関しては、またそれとは違って自分たちの快適性とか利便性とか安全性みたいなことを、主要な関心事として捉えているわけですよね。で、この真ん中にビムがあるんですけど、主としてモデルを作るのは、この図で言うと、左半分側の人なんで、この人たちが作っているビムモデルが自動的に右側の要求事項にも答えられるかっていうと、ちょっと難しいんじゃないかな、結構ハードルが高いんじゃないかなという気がしてきます。で、またちょっと違うものの見方をしてみますと、建築の中には今後いろんなサービスが入ってくるだろうと考えられます。例えば、自律走行車、テスラとかありますよね。で、ああいう車って地図情報に沿って走るんですけど、建物の中って公道じゃないから地図に載ってないんですよね。で、そういうところの情報ってどこ見りゃいいの？やっぱ建物の情報見ますよね。あるいは、今結構その施設の中の情報とかを地図で見られたり、施設の中に配達が届いたりとかいろいろするようになりましたけど、そういう情報もどっかにはなきゃいけない。あるいはロボットが動き回る建築がいたとしたら、ロボットは建築とお話しできないと、例えば、火災が起きて全員避難しなきゃいけないときにロボットがうろうろしてたら邪魔ですよね。そういうときに介入できるシステムとかが必要だったりするんで、こういうのは自分たちが乗っかっている情報環境を通じて建物のことを知りたいというふうに思うわけです。これが多分右から左への流れです。一方で、さっきの重先生のプレゼンテーションにもあったような建築の中でのコミュニケーション、まず BIM というのはそのために私たちは使おうというモチベーションが生まれてくるわけなんですけど、でそれが図面ベースであるにせよ、BIM ベースであるにせよ、まず設計者ってここのところを作るわけですよね。で、その情報を引き渡しながら実際の建築物を作って引き渡す。で、この建築物が、そのお金かけて建築主が欲しいと言ってるものそのものなんですけど、それを作る中で、情報があちこちあると困るので、このさっきも出てきた CDE、コモンデータエンバイロメントというところに情報をみんなで置いて、でそこを見に行こうよ、みたいな話になる。で、それぞれなんとなく理解はできると思うんですけど、じゃあこの CDE とデータベースって同じものかっていうと、そうはいかないんですよね。こっちはファイルベースで作った一個一個のファイルがガバッと置いてある場所のことであって、右側のはデータベースだから、いわゆるデータベース前としたというか、要はデータベースとしてのお作法にのっとって言ってくれた方が助かるんですけど、じゃあ、
ここってなんかこう、簡単に、なんかってやるとできるかっていうと、そういうふうにはなってないんですよね。で、加えてなんかこう、建物にセンサーつけて IoT デバイスでとか言うと、それってなんか多分こっち行かなくて、こっちの方に行くので、いろいろこう、あれ、ここってどうなってんのみたいな話になってくるというところが、その情報と建築、建築情報学会を名乗っている私たちですけれども、その、どういうところが噛み合ってないの、もっとやんなきゃいけないのっていう一つの領域はここじゃないかなと思っています。ちょっと今の話をまた違う角度から見ていきたいんですけど、さっきはその建物の中にある要求性能みたいな話でしたが、もう少し広域的にそういうデータに期待する動きというのも出てきています。それがそのスマートシティと言われるものかなと思っています。でスマートシティと言いましても、いろんなのがあるのかなと、これちょっといろんな方がいろんなことをおっしゃっていて、私が言ってもな、みたいなところもあるんですけど、なんとなく私が自分の頭の整理のために作った図がこれだと思ってほしいんですが、これスーパーシティという、去年成立した、改正国家戦略特別区域法というのにのっとって、作られようとしている領域がありますよと。でそこでやろうとしている、構想の中ではマイナンバーとか医療情報とかそういうものを使っていこうよって言ってる。あるいは企業が自分の敷地を使って民間主導でスマートシティやろうよみたいに言ってる場合、そのスラムとかポスとかそういうものも含めた、その自分たちの敷地の中で住んでる人たちのデータを使いたいってなるし、コンパクトシティ型、昔からコンパクトシティ事業って国交省主導でやっているような事業でやっている場合、基礎データとかオープンデータとかセンシングみたいなデータがベースになってて、そういうのを使って市民の生活を便利にしようって言ってるんですけど、それぞれのデータを地図とか位置情報とか建物にさっきみたいにくっつけようとしたときに、それどこにあんのみたいな話に多分なりますよね。で、こういった省庁が連携してっていうのもあるんでしょうけど、ちょっとやっぱ、そう言うほど簡単じゃなさそうで。一方で、建設系の私たちは、BIM とか、あるいはその点群とか、それ以外にも、普通の 3D モデルとか、いろんな形でこう、建築とか都市のアセットは作っているんですけど、それってこう形式も違うし、置き場も違うし、使い勝手も違うので、そういうものってどうやってまとめていくんだみたいな話が、今はなんとなくゲームエンジンを通じながら、なんかこう、デジタルツインとかミラーワールドとかメタバースとか言われるような領域の中で、コモングラウンドという言葉でそういうことを表現する動きというのもあります。多分この話は、前回、粕谷さんが触れてくださった内容と接続しているんだと思いますけれど。で、こういうふうに考えると、BIM ってこういうなんか大きなデータ環境の中の一要素なんですよね。だけど、BIM が BIM の中で閉じていてはダメで、やっぱりこういう領域とお話ができないと困るんですけど、それをやるのに、さっきみたいな属性が全部の建物、全部の要素に全部入ってなきゃっていうのは、どう考えてもちょっと重い。なので、なんかいい落としどころはないかなと探しながらやっているというのが、その実務レベルでの見え方と言ってしまえば、都合はいいんですけど、要するにそこは落としどころというような感じで今やってるというのが、すごい正直な気持ちです。なのでそういう意味ではさっきのデータベースっていうところにめちゃめちゃ期待されるとちょっと恥ずかしいですみたいな話にどうしてもなっちゃう。ただ、こういう動きがあることは認識はしているというような状態ですね。で認識はしているというか、もうやっぱり意識せざるを得ない状況はもう目の前に来ていて、ここはちょっと、もし時間があれば後でゆっくり読んでいただければと思うんですけど、そういうことをやってる自治体いっぱいあります。会津若松市スーパーシティに応募しました。裾野市、トヨタさんがウーブンシティというのを、コンセプトを打ち上げて、今まさに動き出そうとしているところですと。富山市コンパクトシティタイプで、20年前からずっと地道に活動されてきている自治体です。あるいはトロント、ヒルサイド、ここはもうスマートシティのひな形と言われるようなことをやろうとしてたんですけど、コロナを理由になくなってしまった提案です。あるいは広州シティブレイン、アリババグループが持っている、そのデータノウハウを生かしながら都市の交通整理から始まって、感染症対策とか災害対策に向けて、そのデータと AI を使っていくみたいな取り組み。で、どれも、その町の困りごととか、その町の課題を解決するために
やられてることなんで、全部の町に効く特効薬みたいなのがあるわけではないし、まあみんなそういうのがあるんだかないんだか、多分ないんだろうな、みたいに活動しているというところだと思います。で、そういうデータって建築だけで成立しているわけでは全然なくて、そこにある動くもののダイナミクス、位置情報とか、あるいはそもそもそういうものに紐づいてない普通に都市で交換されているコンテンツとか、そういうようなものも重なってきて初めて、いろんなサービスが使えるようになるわけですよね。で、そういうふうに考えると、ものすごい壮大なことを言おうとしているようで、なんかもういいよ、図面かければいいんでしょみたいにちょっと思ってしまう人はたくさんいます。で、プロジェクトとか、その人の、その置かれている環境に応じて、そういうふうに思ってしまうことがあるのも仕方のないことではあります。もう本当にいろんな人がいて、いろんな貢献をして業界が成り立っているので、もう全員これしかダメみたいなことはやっぱり言いづらい。けれど、そもそもなんで BIM なんでしたっけという話を考えると、いろんなデータが、これも詳しくは見ていただきたいんですが、しているように、私たちはやっぱりもっと今後、ますます人が入ってくる都市とか、これから変革していく地方とか、いろんな場所のために建築は作っていかなければならないし、建設業が高齢化している中、あるいは資材の供給が今でも安定しない中、より少ない人や資材で作っていかなきゃいけないし、さらに、気候変動のためにより高い環境性能を持った建物を作っていかなきゃいけない。つまり賢くやるためには何か道具は必要なわけで、それは今のところビームを置いて他にないから、やっぱり付き合っていかなきゃいけないという中で、私たちにできそうなことというのは、程よく作ったら、できる限りつなぎましょうと。で、その情報はやっぱり要望があって初めて整理されるので、モデルに情報的な要望というのをたくさん出すと。叶えられるかどうかは別ですけど、そういうことがモデルを鍛えていくということがあるんだと思います。というわけで、なるべくオープンに少しずつ BIM を作っていけたらいいですねと。そういう目で BIM に期待していただけたら、みんな幸せな BIM 環境にちょっとでも近づけるのかなというふうに思っています。私からは以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、もう、ダイアグラムがものすごい分かりやすいという反応がですね、すごくてですね、今資料の方も適宜共有してたんですけど、素晴らしいですね。これ、はい、カーソル見えるかな、皆さんの。そうですね、ちょっとちっちゃいですけど、はい、見えてます。はい。いや、これすごい、本当に。なんか前回のそのスマートシティのところともやっぱつながっていて、なんかビーム単体とかで聞いてしまうとそこの部分がつながってない方とかも多かったりすると思うんですけど、すごい分かりやすくて素晴らしいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。なんかコメントの方とかでも分野が違うからとかっていう風なところでもコメントいただいてるんですけれども、もう本当にいろんな方々にこのダイアグラムとか資料がですね、すごい刺さっていてですね。本当ですか？はい、はい、すごい反響がすごいです。でも多分ね、いろいろ突っ込みどころもあると思うんで、そこはぜひ突っ込んでほしいですけど。はい、じゃあそしたらまた引き続きメインセッションの後でもですね、ブレイクの方で登壇していただいたメインセッションの3人、お三方、これからもう一方いらっしゃいますけれども、ちょっと雑談というかですね、議論を進めていただいたりとかですね、懇親会の方とかでもですね、お話しいただければ嬉しいなと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではですね、メインセッション3番目ですね。はい。それではメインセッションの3番目、空間認識 BIM 教育というタイトルで、下川先生の方から、セッションをお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、準備大丈夫ですかね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、見えてますでしょうか。はい、見えております。はい。こんにちは、こんばんは。金沢工大の下川と申します。すみません。空間認識 BIM はてな教育というタイトルで、ちょっと、お話しさせていただきます。で、
正直ちょっと今、知出先生と、石田さんのお話を聞いて、その後に3番目に来る内容として、ちょっとどうなのかなというふうに今ちょっと若干かなり不安なんですが、なるべくつながるようにちょっとお話ししていければというふうにちょっと思っております。で、まず、自己紹介ですが、簡単に。といっても大した、情報はないんですが、建築情報学会では学術委員会に所属させていただいてまして、あと、日本建築学会の方で、割と長く活動していまして、建築情報教育小委員会というところでやっております。で、学内ではですね、空間情報プロジェクトというものを、土木の先生方と、ずっとやってまして、で、詳しくは、ですね、こちらのホームページの方の、自己紹介のページですね、研究室のページを見ていただければ、いろいろ、紹介させていただいてますが、今日はですね、研究というよりもどちらかというと、その教育面でお話をさせていただければと思って準備してきました。で、研究としてはですね、最近やってる研究は、こういう建築空間の見え方の分析手法の研究とかですね、これビーム的に作った3次元モデルですね、いろんな属性情報を持っている、3次元データを、こういうふうに視線ベクトルを飛ばしてですね、空間の見え方を解析するというようなツールを学生さんと一緒に開発したりしてですね、それをいろんな空間分析に応用していくような研究をやったりしています。で、最近ではですね、VR の、視線追跡ですね、アイトラッキングのデータと連携を少しずつ始めようとしているところでして、VR の中でいろいろ見た、空間の見え方っていうのを分析して、いろんな形で空間の分析につなげていければということを考えています。で、今日はですね、そういう空間の見え方の分析というところと、BIM というところと、少しつながるかどうかわからないんですが、教育的側面でVR、SNS のちょっとお話をさせていただければなというふうに考えております。で、これはですね、ご存知の方も多いと思うんですが、オンラインで一つの仮想空間を複数人で共有するようなサービスですね。で、複数の人たちと空間を共有すると。で、コミュニケーションできると。で、VR デバイス、ヘッドセットをつけたりすると、没入体験ができるというようなもので、いろいろ探すとですね、かなり今、いろんな VR、SNS 的なサービスが増えてきているということが分かります。ご存知のものもいろいろあるかと思うんですが、昨年度からやっぱりコロナ禍になってきまして、リモートワークとかですね、VR 上でコミュニケーションするような、少しエンターテインメント的にやるようなものもありますし、エンジニアリング的にやるようなものもありますが、いろんなサービスが出てきているという状況でして、こういったものをどういうふうに、授業の中、あるいは教育の中で使えるか、そして、BIM とこういうものがどういうふうに連動していくと、面白いのかといったようなことをですね、最近考えておりまして、というのはですね、なんで VR、SNS に最近興味を持っているかと言いますと、やっぱり VR デバイスとかソフトの表現力がかなり向上してきていると。で、昨年、Oculus Quest 2が販売されてですね、かなりやっぱり性能が高くて、でも学生さんでも買えるぐらいの手頃な価格帯になってきているというような状況とかですね、あとは、やっぱり遠隔授業とか、自由に対面とか遠隔とかハイブリッドとか、いろんな形の授業が許容される状況が逆に言えば出てきたというところがありまして、やっぱりBIM とか XR とか、いろんな表現手法が、メディアが
どんどんこう多様化しているにもかかわらず、授業も、変わらなくていいのかということですね。新しいコロナ禍に対して、どんな授業が提案できるかというところを、考えていることと、あと、3D データとか属性情報をもっと親しみやすいメディアにできないかということを考えています。で、具体的に言うとですね、こういうふうに、授業の中で、VR ヘッドセットをつけて、仮想空間の中で、授業が、できないかということを、昨年度から少しずつ、考えてきてまして、で、ようやく今年になって少し、大学院の授業で施行できるようになってきたんですが、学生さんがですね、自分の好きな建築を選んで、3D データを作って、で、VR、SNS にアップしていくと。で、その建築の内部空間とか、仮想的に見学しながら、その建築に関する説明をしたり、ディスカッションをしたりするといったような授業を、ようやくですね、この間からできるようになりつつあります。で、これはその、動画なんですが、こんな形、これは藤本壮介氏の、ハウス N をモデル作ったものですが、学生さんが、この建築を選んでモデルを作って、で、こういうふうにこう、仮想空間の中にみんなヘッドセットをつけて入ってですね、いろいろこの空間の特徴ですとか、ここから見るとこうだとかですね、この辺の収まりはこうなってるとかですね、そういうことをいろいろこう、ディスカッションできるわけですね。で、そんなことを、やり始めてですね。で、この意味が、どういうふうにこの授業が価値があるのかっていうことを考えるとですね、通常の授業っていうのは、形式知の伝達かなというふうに考えています。で、確かにいろんな写真とかですね、見ながらいろんな建築物の説明とかを、するわけなんですが、ただやっぱり実際にその建築空間の体験をしているわけではないので、その建築の中に入ったらどんな感覚があるかとか、スケール感とかですね、いろんなことがやっぱり学生さんっていうのは分からないままに、形式知を受け止めていると。でもVR のような形で、仮想的ではあるんですが、体験することによって、この建築はこんなスケールなんだと。で、こんなふうに空間と空間の接続性があるんだとかですね。いろんなことをやっぱり感覚値として、理解することができると。で、そういうのを、授業の中でうまく取り込めればですね、形式値と感覚値を複合した体験的な授業ができるんじゃないかというふうに、最近少しずつ思い始めているところです。で、そのあたりの VR の、面白さといいますか、その辺をまとめてある論文としてですね、この石田さんがやってらっしゃる、VR を通した、空間の経験が設計プロセスに与える影響とかですね、このあたりの研究は非常に参考にさせていただいているところです。で、ですね。で、それと関連してですね、ある実験をやったんですが、これは、VR を空間を体験しながら音声のガイドを聞くと。そうすると、建築のコンセプトが理解しやすくなるというようなことを実験で確かめたということがありまして、どういうことかと言いますと、2つVR のモデルを用意しまして、片方は音声ガイドなしですね。で、その代わり建築雑誌の、その建築の説明を聞くと、読むと。で、読んだ後に VR をただ見るというような状態と、一方で音声ガイドを聞きながら VR を見るというような、形と、両方 VR の、データを用意しまして、どっちが理解度が高まるかなということで、主観的ではあるんですが評価したところ、音声ガイド付き VR 閲覧の方が、理解力が高まったと、理解度が高まった
いうようなことが少し分かってきまして、これは昨年の情報進歩で発表させていただいたんですが、そんなことが少し分かってきたと。ということですね、どこまでできるかは分からないんですが、建築空間を、あるいは都市空間を、仮想的に体験しながら、その中でいろいろ説明とか対話をすることによって、いろんな空間特性の理解向上につながるんじゃないかなと。で、一人よりもやっぱりマルチプレイの方がいいと。で、そういったことがいろんな建築の理解の促進につながるんじゃないかなということを、思っているところです。で、建築作品の理解、あるいは都市空間の理解以外ですね、いろんな歴史的建造物を見たりとかですね、あるいは、いろんな設計案の確認、検討にも使えるかなと。だからエスキースチェックっていうのを、通常はスケッチとか、画面上の 3D モデルとか模型作ったりしていろいろ検討すると思うんですが、仮想空間の中でいろいろディスカッションするような、そういうエスキースチェックなんかもこれからあっていいんじゃないかなというふうに思ったりしますし、あとは、設備とかですね、構造、そういったものを可視化する。で、レイヤーで切り替えるということですね。あるいは見えない情報、環境情報とかシミュレーション結果とかですね、そんなものを可視化して、VR 空間の中でリアルスケールで見ていく、体感的に理解していくというようなことが、できるだけステップバイステップですね、できるようになるといいなということを考えています。で、これはですね、同じ金沢工大の丸井先生という環境系の先生が、設計演習授業の中で取り組んでいることなんですけど、WebGIS で環境カルテっていうのを作って、これを学生さんに提供して、で、それをもとに、少し環境的な配慮を含めながら設計演習をやってもらうというようなことを取り組み始めています。ちょっと、本来はこれ WebGIS でブラウザの中で3D データを動かしながら観察したりとかですね、あるいはレイヤーを切り替えたりすることによって、いろんな情報がここで分かってくると。こういうふうに都市空間でもいろんな使い方ができるかなと。で、ただこれはVR 的に見るような形にはなってないので、今後こういう WebGIS 的なものと VR みたいなものが融合してくるといいなというふうに思ったりしています。で、ただこういうVR の没入体験によるマルチプレイっていうのは、いろいろ課題もあってですね、やっぱり授業をやるためにはまだまだ最適化されてないということで、今後そういったものが最適化されていくといいなと。で、あと、一番大きいハードルは、VR 酔いとかですね、3D 画面酔いっていうのが結構あるなということで、実際に授業で少しずつ活用を始めたんですが、やっぱりちょっと気分が悪くなりましたっていう学生さんもちょこちょこ出てきてますので、そのあたりですね。で、あとは、デバイス、VR ヘッドセットとか、デバイスを全員に配れるかどうかっていう問題も当然あると。ですので、授業の中でやっぱり一斉に VR を使ってみんなで仮想空間に入るっていうのは、理想的にはやりたいことなんですけど、なかなか完全にやるのは難しいところもあるということですね。だから短時間にやれる人だけうまくやるみたいな、そんなことも考えていかないといけないということですね。すいません。レーザーポインターの方が良かったですね。すいません。で、あとはですね、その VR に関しても、いろんな表現方法があると思いますので、もちろん Beam ソフトから、できるだけスムーズにいろんな属性情報も含めて VR 化できれば、いいですし、あとは都市データ、CityGML とかですね、そんな形式で、都市データと接続できるといいなと思いますし、あと点群データとかフォトグラメトリとか360度画像とか、いろんなデータ形式で、やっぱり目的に応じて、あるいは対象とする空間の特性とか規模に応じて、いろんな作り方があると思いますので、その辺をうまく柔軟に対応しながらですね、いろんな教育の、
コンテンツ、BIM ベースといいますか、そういったコンテンツができるといいなということを考えていまして。で、これはですね、うちの大学で、私じゃないんですが、他の部局の人たちが、地域連携で、またご存知の方も多いかもしれませんが、フォトグラメトリーで、マターポートっていう、そういうサービスを使って、こういう街並みですとか、あるいは歴史的な建造物の内部空間とかを、アーカイブしようという活動をしています。で、これもVR でヘッドセットでこの中に入ることができますし、残念ながら今マルチプレイではないんですが、技術的にはやろうと思えば可能かなという気もしますし、こういうやっぱりBIM ソフトとか、自分で3D データを起こすよりも、やっぱりより実体としての空間を記録した形で、この中でいろいろ体験的に説明したりディスカッションできると非常にいいなということを、いうことができればいいなということですね。で、そういうふうに、教育の中で、授業の中で、いろんな形でVR、SNS とかですね、VR as a service、XR as a service のようなものが使えればいいなと思いますが、やっぱりそういったものをもし授業でやるとしたら、教育の中で活用するとしたら、それがやっぱり社会に出たときにどういうふうに使えるのかということを意識しながら、やっぱり教育で使っていく必要があると思いますので、先ほど例えば石田さんのお話でもあったと思うんですが、コモンデータエンバイロメントとかですね、コモングラウンド、デジタルツインと。やっぱりその BIM データっていうのは、どうしても技術者のためのデータ作成環境、あるいはデータマネジメント環境になってきますので、そういうものをもう少しクライアントとか、あるいは地域的に何か使おうとすると、住民の方を含めて、コミュニケーションのプラットフォームとして使っていくような、そんなことも考えなきゃいけないのかなと。でそういったところにうまくつながっていけると、教育の中で、そういう今、ご紹介させていただいたようなVR の授業といいますか、外部にも開かれた 3D データのコミュニケーションツールみたいなものが有効になってくるんじゃないかなということを思っています。で、今後期待したいこととしてはですね、やっぱり一番大きなところは、BIM ソフトとのスムーズなデータ連携ですね。で、やっぱり形状データとかだけでなくてですね、マテリアルはもちろんですけど、レイヤーとか属性情報とか、あるいは時系列データですね。そういったものも、うまくVR サービスといいますか、XR のプラットフォームにうまく乗ってきてですね、で、そのプラットフォームの中で、いろいろ学生さんと一緒にコミュニケーションできるという環境を作ることが、やっぱりBIM の愛の価値向上につながるんじゃないかなと。で、ただやっぱりですね、授業で少しずつ使い始めたんですが、なかなかやっぱり難しいと。先ほど最初に動画を少しご紹介させていただいたんですが、例えばアバター、狭い空間にアバターでいっぱい入るとですね、アバターが目の前にごちゃごちゃしてきてですね、空間を観察しづらいとかですね、いろんな問題が出てきます。ですので、コミュニケーションのためのやっぱりアバター設計とかですね、あるいはそういったものを記録できるっていうことも大事かなと。で、最近だと Zoom で授業をやって、それを録画して、後で学生さんに見てもらうっていうことは結構やられてる方が多いと思うんですが、VR でもし授業をすると、いろんなコミュニケーションをしようとすると、その空間自体そのものといいますか、アバターの動きですとか、その中でどういうコミュニケーションがあったかっていうのを 3D データそのものとして記録できることも必要になってくるかなと。で、それを再生できることによって、メタ的にVR の授業を後で受けるみたいなこともできると。そんなこともこれから期待したいことですね。はい。ということで、ちょっと
刺激でトンボな感じもするかもしれませんが、私の話以上で終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、下川さんありがとうございました。いや、授業に導入されるってすごいいいですね。実際問題も多分すごい、ね、導入されてあるっていうふうなことだったんですけれども、なんで VR を選んだみたいなところはあるんですか？ AR とか他にも MR とかいろいろあると思うんですけれども。そうですね。AR、MR ってやっぱりこう実空間との、頂上表示をするので、はい。やっぱりその場所を選んでしまうと思うんですよね。はい。で、VR だと周りの環境関係ないので、その建築作品だったらその空間そのものを、それだけで提示できる、共有できるといいますか。はい。そういうプラットフォームが少しずつ出てきたっていうのもありますし、最初にご紹介したデバイスがやっぱりこう非常に学生さんでも買えるようなものがだんだんこう普及されてきたっていうのもあるので、とりあえずは VR からやってみようということで、そのうちそういうものが、AR、MR に展開していけば、それはそれですごくいいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。はい、私も若干そういうVR とか XR 系の方をちょっとかじったりしてたのですごい興味深かったですね。ありがとうございます。タイムスケジュール的には、そうですね、今、休憩の時間をちょっとこれから取りたいなというところだと思うんですけれども、今まで登壇いただいた方3名ですね、志出先生と石澤さんと下川さんですね、含めお呼びして大丈夫ですか、竹内さん。はい。はい、ぜひ、画面を止めて、ギャラリービューに移りますね。はい。はい。皆さん、メインセッションご登壇ありがとうございました。はい。次のライトニングトークまで、一応20分からっていうふうに当初予定してたんですけれども、どうしましょうか、25分から。25分からにしましょうか。25分から、はい、ライトニングトークをしたいと思いますので、皆さんのメインセッションを振り返ってとかですね、お互いのメインセッションをお聞きしてとかですね、何かコメントとかもご紹介できたらなと思うんですけれども、一件 YouTube の方からですね、3次元計測するだけではなく、3次元データにセマンティックに情報を付与するのが大事だと思うのですが、最近はそのような話はあるのでしょうかというふうなコメントというか、質問をいただいているんですけど、どなたかお答えできる方いらっしゃいますか？石澤さん、なんかそういうお話って企業の中であったりするんですか？ありますね。ありますよ。その、セマンティクスっていう言葉の領域界隈でやってる方の中には、そのセマンティクスをこう生成しようっていうふうに考えて活動される方がいらっしゃいまして、要はその人が見て、例えばこれって針だよね、これはダクトだよねとか判断できるんだったら、じゃあそういうことをやってあげれば、そこにこう意味的なものは付加できるんじゃないかっていうふうにやってらっしゃる方というのは、アカデミアにもいらっしゃるし、実務領域にもいらっしゃる。ただ、結構ピンポイントに絞ってやらないと、成果がまだまだ出にくい。多分それが要素要素で出てくれば、こう一気に大きなものになるんでしょうけど、まだ要素要素ですごくこう先進的な取り組みやってるっていうところなんじゃないかなと思って見てます。3次元の学習モデルがまだないんですよね。圧倒的に画像認識、計測をして、画像認識をして、これが何であるかっていう、2次元ベースの計測、画像認識がいっぱいあるんですけど、点群とか奥行きデータを使った学習ってまだまだそのケースが圧倒的に少なくてですね、多分点群、3次元計測からセマンティックっていう、その手前でこうそれが何であるかを理解するっていう部分の学習モデルの積み重ねがまず先に出てくるのかなっていうふうな気がしてます。取り組み、うちの会社でもいくつかやらせていただいてるんですけど、まあ大変ですね。点の塊でしかないので。はい。でもすごく面白いテーマだと思います。はい。ありがとうございます。
はい、そういえばすみません、今回、突然出てきて。はいいいえ、イベントタスクフォースの伊藤はい、武先さんですね。竹線です。はい。はい、よろ皆さんどうしくお願いします。もありがとうございました。素敵なスピーチいただきまして。はい、まだコメントの方でちょっとあれですね、次のライトニングトークは、25分から開始いたします。今は、メインセッションを振り返って、コメントや質疑応答とかを、いただいている状態ですね。はい、何か皆さん、それぞれ聞いてみて、こういうところが面白かったとか、こういうところが気になったみたいなことは、ありましたか？下川先生、何か他の方が聞いててとかっていうのはありましたか？はい、そうですね。やっぱり、BIM の、やっぱり実務的な BIM の、やっぱりこれからの、期待度といいますか、どこまで本当に、使っていくのかっていうところですよね。で、実際、理論的には、例えばシデ先生とかが非常にいろいろ突き詰められて、いろいろ研究されていらっしゃるところではあると思うんですけど、それをいわゆる設計者がどこまで、設計者によってもやっぱりスキルとか、取り組みとかいろいろ違うとは思いますし、クライアントの要望によって、アウトプットの求められ方がいろいろ変わってくるところがあると思いますし、ましてやそういう非常に難しい、取り組みを、学生さんにどこまで教育できるのかなっていうところを、私ちょっといつも教育目線で考えることが多いので、どこまで、大学の中でその BIM っていうものを本格的に教えられるんだろうっていうのは非常に不安になるところでは、あるなと感じたところです。はい、ありがとうございます。実際にやっぱ実務でもまだ BIM がすごい活用されているっていうふうなところまで行ってないところも多いかと思うので、そこでその教育の方法とかも今現状から考えていかないといけないっていう段階であることがなかなか難しい、両立していかないといけないのがすごい難しいんじゃないのかなっていうふうに聞いてて思っていたんですけど、志出先生、そのあたり何かありますか、コメント。そうですね。やっぱり難しいこといっぱい言いましたけどいっぱい言ったんですけど、結局 BIM 使うっていうことは使った人がやっぱ楽にならなきゃ嘘だと思うんですよね。なんか苦しむためにそれやる人はいないわけであって、だからやっぱりやるからにはそれは楽になるためにやっぱりあってほしいと思うんですね。で、特にやっぱり中小って言っちゃいけないですけども、小規模なプロジェクトだと、やっぱり一人でやんなきゃいけないことってすごくたくさんやっぱり増えてくる、いろんなことやんなきゃいけなくなってくるのが、一つのソフトであれも出るし、これも出るしみたいなことになってくると、やっぱりやっててよかったなというふうになるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、そういうふうな感じだとですね、僕の大学でやってることだと、BIM を使って、見積書を作りましょうだとか、それをやりやすいようなテンプレートを自分で作りましょうとか、そんなようなことをやろうかなと思ってたり、半分やってたりとか、するところがあったりします。やっぱり自分の道具になるのが、まず一番先決なのかなという感じがしてます。ね、あと2分ほどぐらいしかライトニングトークのところないんですけど、今回なんで BIM になったかみたいなところ、さっき触れてほしいっていうふうにあったかと思うので、ガチ BIM 会になった理由みたいなのを、ちょっとじゃあ、竹新さん。もともとこのミートアップ自体が交流委員会での企画、かつイベント企画タスクフォースということで、一星さんとか僕っていう、XR からこの建築情報学会に入ってきているメンバーが中心で企画をしてたりで、比較的で、あとコンパスっていう、IT エンジニアが使う募集媒体でやってたりで、ライトニングトークだとかですね、比較的情報系のエンジニアの文脈でやってたので、なんとなくちょっといわゆる建築、ガチビムってそういう分野は勉強してて携わってるけれども、まだちょっと全体像がみたいな、すごく苦手意識なんかも含めてあったんですけど、今日、志出先生、志沢さん、下川先生のお話を伺って、なんかすごく体系だって見えて、
石田さんの話でこう課題があるなとか、ただその広がりも感じられて、下川先生のところで、なんかお友達でいてもいいんだみたいな、こう勇気づけられるような、そういう流れが得られたので、すごく個人的には良かったなと思ってます。はい。ありがとうございます。そうですね。じゃあ、そんなところで次のライトニングトークのお知らせの方に行きたいなと思うんですけど、せっかく皆様ご登壇いただいたので、ぜひ引き続きご視聴いただいてですね、懇親会の方にもぜひご参加いただけると嬉しく思います。はい。それでは、メインセッションの方、ご登壇ありがとうございました。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 引き続きコメントと、ハッシュタグつけて、投稿していただけると拾えるかと思いますので、ご視聴していただいている皆様はコメントの方お願いいたします。はい。じゃあ、竹内さん、次のライトニングのトークの、はい、ご説明お願いします。はい。では、ライトニングトークに、移らさせていただきます。これもですね、もう3回目となるとですね、もう皆さん聞き飽きたという話があるかとは思うんですが、ライトニングトーク、稲妻のような短時間で実施するプレゼンテーションですね。で、今回、時間5分で、各いろんな方々にですね、こう勢いでですね、こうお話をしていただく、そんな場となっております。で、建築情報学に関するですね、さまざまなことをトライしたりとか、こういうことをやってますっていうのをですね、皆さんと共有する場として、ライトニングトークやっていますので、ぜひ皆さん温かい目と、あとはいろんなコメントをですね、していただければと思います。はい。全然やってみたとかでもいいんですね。カジュアルで全然いいので、すごいいろいろ緊張してるって方のコメントがすごい多くてですね、そんなにすごい意識低く言って大丈夫なので、全然、はい、カジュアルに言っていただければなと思います。はい、本日はこの5名の方々、学生さん4名と、あと社会人の方1名でお送りします。じゃあ早速ですね、もう行ってしまいましょう。じゃあ、池本しょこさん、大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。テンションが落ちていたみたいですけど、大丈夫ですか。はい。はい。これって今音声とカメラを違うデバイスで入れてるんですけど、はい。そっか、音声の方が映るってことですか。今、ビデオの方も映っております。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、プレゼンテーション。はい。します。よいしょ。こんな感じで。はい。表示され、スライドショーではないかな。スライドショーじゃなしでいきます。大丈夫ですか。はい。じゃあ5分間スタートいたします。はい。お願いします。ジグシムグラスホッパー3分クッキングということで池本翔子がプレゼンテーションします。ですね、ND3M もう3回目なので紹介する必要ないと思うんですけど、デジタルデザイン、コンピュータショナルデザインに特化して建築という分野の融合を軸にして、活動しています。現在は全員学生です。で、なんかこういう、VR 検討をしたりして、CNC で出力したりとか、Fab3D プリンターでパビリオン作ったりとかしてます。で、今日はその中のプロジェクトの一つの、このなんか家具のデザインでやった時の、ノウハウをちょっとNDCM ハンズオンという形で以前やったので、それが結構いろいろリアクションがあったので、ちょっと3分にまとめたいと思います。で、これは作業着のちょうど書きやすい位置を計測して、リアルタイムでモデルに反映してやっていくっていうものです。要はグラスホッパーでスライダーを動かしながらモデル変形させて検討するのはいいんですけど、なんかグラスホッパー使えない人も参加型デザインプロセスの提案って言ってるんですけど、要は参加してもらったりとか、あとはコロナなので密な環境じゃなくて、ちょっと広いところで動きながらモデリングして、デザインしていけたらいいなって考えてます。で、なんかそれをの一部をプロトタイプ的なものをND3M ハンズオンという形でこの前やりました。で、雰囲気こんな感じで、私とあと近藤君、コンソメさんがやったんですけど、こういう資料を用意しながら、なんかこんな感じで和気あいあいとやりました。外部のメンバーの子も参加してくれました。っていう感じで今日ちょっとずつやっていきたいと思います。で、ジグシムなんですけど、もうジグシム知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、なんかスマホのセンサーを、なんていうか、いろいろスマホのセンサーを取得して、いろいろ通信して送れるアプリケーションになります。
で、ここにも書いてあるように、従来だと非常にめんどくさいんですけど、ジグシムを使うと簡単に、スマホセンサーを使ってできますよっていう感じです。で、実際にやってみてるところが、こんな感じで、デバイスをなぞると、ここにグラスホッパーのパネルがあるんですけど、こんな感じで数値が送られて変動して、で、モデルが変形するみたいなことをやっていきました。で、ジグシムを用いる手順をちょっとだけ説明します。コンソメさんのキータの記事を読んどいてくれると一番ありがたいです。で、ジグシムをまずアプリケーションインストールして、スマホにインストールして、であと GHOL っていうプラグインも入れます。で、IP コンフィグで IP アドレスを取得し、ジグシムのこのスマホのスマホ上で、IP アドレスを入れて、いろいろ設定を一個一個していきます。で、グラスホッパー上では IP アドレスと、ポートナンバーを、あとこれ999って入れておいてくれればいいです。で、それをUD リザーブのところの、コンポーネントがあるので、それにつなぐと、それだけでできます。で、実際にやってみたものが、そうですね。実際にやったのがこんな感じで動くっていう、さっき見せた動画ですね。っていう感じです。で、今回は、こういうアルゴリズムのメモを使って波を表現したかったので、2D タッチセンサーのこのタッチのこの座標の位置を取って、それに応じてやりました。で、ちょっと時間がないので、もうパッとやっていくんですけど、こういうボロノイのサーフェスを作って、で、これ、スマホを動かすと、このボロノイの上を、ここの緑色の点がくる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 動くみたいな感じにして、で、この動く点とこのボロノイ上の点の距離を測って、それが遠ければ遠いほど高くなるように、で、近ければ近いほど低くなるようにっていう風にモデルを変形させていきました。こんな感じです。で、これだと色がないんで、味気ないんで、色をつけてやっていくみたいな感じで、色もつけてやりました。で、他にもこれはコンソメさんが作ったやつなんですけど、加速度センサーでスマホの動きをとって、スマホを動かしていくと、お絵かきソフトみたいに動いていくっていうのも作りました。で、こんな感じで余談なんですけど、今、ジグシム使ったんですけど、Firefly Arduino とかマイコンでもできて、ただそれをすると非常にめんどくさい。例えば Arduino 上で、これ6軸センサー使うと、こういうふうにモデル、センサーの値を読み取って、キャリブレーションして、デバッグしてみたいなことがすごい大変なので、ジグシムを使うとすごい楽にできますよっていう感じです。じゃあ最後まとめますね。ND3M ハンズオンで大事にしていることなんですけど、ND3M はそのプロジェクトやるときに、まず最初に全員が考えるのは、アルゴリズムを考える打ち合わせはデザインやコンセプトミーティングのところは全員がやっていて、でもそこからプロトタイプの提案と使用書みたいなものを書いて、実装とデバッグ、出力、ファブっていうところは、それぞれ担当分けじゃない、いろんな人がいるんですけど、担当分けをして、やっているっていう感じです。で、自分で全てのエンジニアリングをメンバー全員ができる必要はなくて、でもやりたいことは何か、どんなアルゴリズムやロジックが必要かっていうことについてはみんなが関わるようにしてます。で、その関わりやすくなるように、特に新しいメンバーが最近入ってくれたので、関わりやすくなれるように、できるだけちょっと簡単で楽しい形で、ハンズオンという形でチーム内でやってます。で、学生はメンバー外の人も自由に参加できるっていうふうに、連絡があれば自由に参加できるっていうふうにしようと思ってるんで、もし興味ある人は DM とかください。終わりです。はい、ありがとうございました。本当に勢いでいきました。ごめんなさい。いえいえ、大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと面白かったですね。やっぱなぞると変わるとか、うにょうにょ動いていく感じがすごい良かったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、LT2 番目、永井さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。これで映ってますでしょうか？はい、映ってます。はい。素晴らしい先生方のセッションなのでとても緊張してますが、LT 始めさせていただきたいと思います。BIM 教育の無限樹形図というタイトルでお話ししていきます。まず私は、初めての参加なので、自己紹介と簡単な活動内容についてお話ししていければなと思います。
まず、私の名前が、永井祐樹と申します。日本工学院専門学校建築学科にて、建築を学んでいます。専攻はビームを専攻していて、それ以外で仕事でフリーランスでフォトグラファーとビデオグラファーとして活動などしています。好きなキャラクターはエヴァンゲリオンの式波アスカ・ラングレーが大好きです。仕事ではこのような写真を撮影したりしています。で、今でこそ、建築を学んでいるんですけれども、高校の時から始めて、高校卒業も3年ほど、ビジュアル系バンドとして活動していました。これはその時の写真になります。この名前はその時活動していた名前で、バンドではベースを担当しておりました。そんな私は学内でどういった活動をしているかというと、主に BIM ですね。BIM レビットの授業のティーチングアシスタント、授業補助をやっています。こちらその時の写真になります。あとは2年次の専攻の時のメンバーと一緒に技能五輪ワールドスキルズを目指し、授業以外でレビットの特殊なトレーニングを積んでいます。あとは、建築情報学会でセッションなどされている柳川先生のご指導のもと、BIM360 を授業で活用し、課題の提出やデータのリンク、指摘事項の作成などもしています。そんな私は将来 BIM の教育者になりたいと考えています。理想は実務をこなしながら教育をする、それが理想です。今日話すことは私の学校内での BIM 教育についてお話しします。そもそも BIM を始めたきっかけっていうのが、2年次の専攻時の選択の話で、専門は各クラスで担任制を取っていて、その時の担任の先生が、専攻の人数がとても少なかったんですね。でその時、先生がそれで困っていたという理由で、特に BIM を知らないまま BIM を始めました。で、教えようと思ったきっかけなんですけども、もともと人に教えるのが好きで得意だったんですけれども、自分のためにもなるなと感じて始めました。あと、専門学校でゼミがなくてですね、ゼミがあれば縦のつながりで教えることが可能なんですけれども、ゼミがないので、そういう、教えて縦のつながりが作れればなと思っています。そして、BIM の普及率の低さですね。今の、BIM の普及率は、全体で 30% とまだまだ低くてですね、学内でさえ普及率は低いと私は感じています。社会に出てから学生の頃のように勉強するのは大変な上、会社での BIM のコストやトレーニングなど BIM の阻害要因っていうのがたくさんあると思います。そのため、私は学生の時から BIM を推進していくことが必要だと感じています。学校では一体どんな活動をしているのかと、先ほども話しましたが、同学校のBIM の授業の TA をしています。それに加え、Discord での個別授業や課題制作に必要な敷地データの作成や配布などをしています。あとは、クラスメートに向けて YouTube で解説動画なども簡単なやつなんですけれども、出したりしています。この時に、教える時になるべく指示語を使わないで、なるべく論理的に、なぜそのように描画するのかなども理由付けをするように気をつけて教えるようにしています。学内 BIM 教育での課題についてなんですけども、一つ目は、他の授業で使うにはどうしてもちょっと実務的すぎるという点です。BIM はどうしても実務的で、実務的とは言えない学生の設計課題の授業で使うのはとても難しくて、BIM の中でも 3D モデリングなど、デザインの面のみばかり使われてしまいます。2つ目は、BIM を受け入れるということです。学校の先生にもBIM を受け入れられずに 2D 主義の先生が多いのが現状です。新しい技術を常に、導入して、仕事のプロセスを改善していくのが未来の建築産業になる立場だと思ったので、教員も学生も意識改革が必要だと感じました。しかし、BIM 自体にも問題がないわけじゃないと思います。例えば、私が使用している Revit だと、過去バージョンとの互換性がないや、旧バージョンのファミリーやデータなどを新バージョンに持ってくると、動作が重くなったり落ちてしまったりと、あと、プロジェクトブラウザの位置が変えられないなど、環境改善のために、やっぱ現場の声を届けることも必要だと感じました。総合的には、まず Revit に触れてもらう、BIM に触れてもらうことが大事だと感じました。触れてもらうことによって、興味を持ってくる人が増えてほしいと考えています。今やっていること、これから勉強したいことは、記載してある通り、結構たくさんあるんですけども、建築情報学会では建築業界の最先端の技術など、たくさんのことを勉強させていただきたいと思っております。タイトルの、無限樹形図についてなんですけども、これは最上の名医という漫画の受け売りで、お医者さんに助けられた命が次の命を生み、樹形図のように広がっていくという意味ですね。それに BIM を重ねて自分が教えた人がどんどん周りに教えに行って、木の枝のように広がっていったらいいなという思いでこのタイトルにしました。以上で日本工学院専門学校建築学科永井由紀の LT を終わります。ご清聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。
いや、なんか冒頭の自己紹介のところに最初すごい情報がいっぱいありすぎて、すいません。いえそちらの方にすごい意識が取られてしまったんですけど、すごいですね。確かにバージョン管理だとか、そのソフトウェアの、違いによって、なんて言うんでしょう、互換性がないみたいなところは、やっぱ課題としていろんなところで問題が発生しているので、すごいいい先生だなという感じで、そういったところも実際に解消できるようにしていけたら嬉しいなというふうに思います。そうですね。変えていけたらいいなと思っています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。それでは次のライトニングトーク。はい。はい。では、茅野さん、よろしくお願いいたします。はい。大丈夫ですかね。はい。はい。では、はい、お願いします。はい、お願いします。それでは始めさせていただきます。まず、簡単に自己紹介をしたいと思います。茅野健太です。日本工学院専門学校の建築学科に在籍しています。最近は主に Revit を中心に勉強していて、あとはこの写真の右側のオカメインコのカンちゃんにホトトギスの声真似を覚えさせています。私が使っているソフトやツールは Revit、Lumion、Twinmotion、あと BIM360 の4つです。次に、私と BIM との出会いなんですが、約1年前に面白そうと選んだ授業がきっかけでした。そこからちょくちょく Revit には触っていたんですけど、本格的に始めたのは今年の2月で、それから毎日のように Revit に触れてきました。4月にはサポートとして教える立場になったりしています。では最近ではどんなことやっているかというと、実際に使われた竣構図を見ながらモデリングをして、共有パラメータと割り当て、タグをつけたりして、図面作成したりと、より実務的なことも勉強しています。それでは、ここから本題に入りたいと思うんですが、皆さんは学生時代、図面やパース、模型、シートなど結構やること多くて、めんどくさいとか、どうやってやろうかなとか悩んだりしたことはありませんか？正直な話、私はよくあるんですけど、でも、その悩み解決します。そう、BIM ならね、ということで。結論から言うと、BIM 教育がなかなか浸透していない今なんですけど、建築学生である以上、避けては通れない設計課題等において、BIM ソフトは最適なのではという考えを持っています。一体なぜそんなことを言っているのかというと、今まで図面だったら CAD、パースだったら 3DCG、模型だったらスチーリンボード、こんな風にインプットとアウトプットがインプットとアウトプットを個々で行っていたと思います。でもしかし、BIM を使うことで、一つのインプットから多様なアウトプットが生まれます。これは図面や模型をすべて一人でやらなければいけない学生にとってはかなり革命的だと思います。これによって作業時間が短縮され、空いた時間を他のクリエイティブな活動に割くことができるなど、様々なメリットが期待できます。模型に関しては 3D プリンター等が使える機会があればやりたいと思っています。では実際にやってみてどうだったのかというと、自由に表現できるまで多少時間かかったんですが、かなり効率的だと感じました。その他にも、図面を含めた表現の幅が広がったり、アイデアをビジュアライズしながらできるため、課題へのモチベーションを保ちつつ取り組むことができました。また、プレゼンの準備に十分時間を取れたり、Lumion や Twinmotion といった他のソフトも触れるきっかけにもなったりしました。そんないろいろある中で、一番は、建築をより詳しく知れることが良かったと感じています。Revit とかだと断面図は断面線を引くだけで簡単に図面化できてしまうんですけど、それは結構楽なことなんですけど、より細かい部分が見えてしまうため、しっかりモデリングできてないと、やっぱそういうボロが出るというか、そういうところが目立ってしまうんですね。なので、そういったところの収まりや構造について調べて修正しを繰り返していくことで、これが建築の勉強につながっていました。これが他の何よりも自分のためになっていると感じました。そういった面から、BIM は学生こそ使うべきだと思います。
大げさだけど、建築業界に BIM を下から押し上げられたらなと思っています。その他の活用としては、建築が好きな方だったら、1つや2つ気に入ってる建築があると思うんですけど、そういったお気に入りの建築や有名建築をモデリングしたり、先ほど下川さんが学生とやられていたように VR 等を使って歩いてみたりするのもおすすめです。音声ガイドとかマルチプレイはやったことなかったので、ちょっとやってみたいなと思ってます。最後に、私は今3年生なんですが、卒業するまでには BIM のスペシャリストになれるように、今後も頑張っていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、でも本当そうですね。実際、学生に見る、でも実務っていうのが、やっぱ知る機会っていうのがあった方がいいなっていうふうには、私も、ね、社会人になってから思ったことがすごいあるので、はい学生時代の時にそういうふうにBIMに触れてとか、実務的なところで、現実に即した感じのその建築の収まりだったりだとか、候補だとかっていうものが分かったりするのは、はいいいなっていうふうに思いましたね。はい、はい、ありがとうござありいます。がとうございます。はい。はい。次ですかね。じゃあ続きまして、正永さんっていうのがいいのかな。正永さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、じゃあ、茅野さん、ビデオのオフお願いしてもよいでしょうか。はい。じゃあ、正永さん、お願いいたします。はい、よろしくお願いします。何をフォトグラメ撮るのか2021という内容で LT させていただきます。自己紹介なんですけども、長坂、ツイッターでは正永という名前でやっております。もともとはプロダクトデザインを勉強して、その後、プロダクト関係の CG を作ったりとか、映像を作ったりをしています。なので、建築は全然関係ありません。普段作っているものなんですけども、建築物のフォトグラメトリだったり、駅弁のフォトグラメトリなどを作っています。フォトグラメトリとはなんですけども、今更細かく説明するのもなんですけれども、最近の投稿だとエピックウェーブスが有名な JT キャプチャーの開発元であるキャプチャリングリアリティを買収して、ゲーム活用強化したり、Apple が先日の WWDC で、オブジェクトキャプチャー API というのを、突然発表して、より身近になってきたものじゃないかなと思います。で、今回の何をフォトグラメ撮るのかなんですけども、2年前にあった、スタイリーズを運営されている、サイキック VR ラボさんで行われたフォトグラメトリーミートアップでも同じテーマで登壇させていただきました。で、この時は、何をフォトグラメ撮るのかというのは、時空というふうに、発表させていただきました。時空っていうのは、時間と空間のことで、それをフォトグラメ撮るということです。どういうことかというと、姿、形、オブジェクトを取り込むだけではなく、時間と空間、その場所にある、や、あるもの、空間を丸ごと、取り込む。言い換えると、対象物のコンテクスト、歴史だったりとか、情景であったりとか、そのバックグラウンドであったり、そういうのも含めて、フォトグラムでキャプチャーするっていうのが、自分のスタンスでやってるところです。で、その発表から2年経ったんですけども、フォトグラメトリっていうのは撮った後結構、ツイッターで投稿したりとかするんですが、どういうふうにするのかっていうのは意外と決まっていなくて、撮ったままにしちゃったりとかするんですけども、それをどう活用していこうかっていうのをちょっとその間に考えてみて、スケッチファブという 3D モードで共有サービスに投稿してみたり、VR のコンテストに出してみたり、あと自分で育てている成長記録を 3D でやってみて、それをVR 空間に置いて、それ見れるようにしたりとか、いろいろやってたりするんですけども、ある日、ちょっとツイッターで流れてきた、ツイートを見てちょっと驚いたんですね。これは、マットさんっていうデザニウムという会社でやられている方のツイートなんですけども、ちょっとこれは動画なんでちょっと見てもらいたいと思います。これは、実は自分がスキャンした 3D モデルを、マットさんが
元にあった場所に置いてくれたんですね。自分は全然知らなかったんですけれども、それがある日突然流れてきまして、自分はめちゃくちゃびっくりしました。自分が見たことある景色だけど、本来はもうなくなって解体されてしまったところにまた置いてあると。これは何なんだろうと思って、びっくりしたんですね。で、見たことがあるのに見たことない景色が自分の作ったモデルが元の場所に再現されていたっていう驚きがありました。これはAR クラウドという技術なんですけれども、単に AR を表示するんではなくて、特定の場所に置くことができるっていうものです。なので、これを技術を使うと、時間と空間を共有できる。単に自分の端末中でAR を楽しむだけではなくて、人が、もっと多くの人で共有できると。しかもこれはフォトグラメトリーの話なのであれなんですけども、今はまだないものでも、未来のものでもその場所に置けると。その場所に時間軸を持たせることができるっていう技術で、とても面白く感じて、自分は今興味を持っている分野ですね。なので、時間と空間を操作しようっていうのが今日のお話でした。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、でも今のすごかったですね。なんかフォトグラメトリーと聞くと、なんかどうしても 3D のマテリアルだとか、そういうテクスチャに使うみたいな感じのイメージがすごい強くてですね、なんか時間を旅するというか、時空を超えてみたいなの、すごいいいなと思いました。新たな活用なんでしょう、活用の道が開けるんじゃないのかなっていうふうに。そうですね。なんか、しかも自分が作ったものじゃなかったので余計にびっくりしたんですよね。そのマットさんが作られたやつが。はい。なので、すごく面白い技術だなと思っています。はい。ありがとうございました。はい。それでは次のライトニングトークの方ですね。はい。では、園田さん、よろしくお願いいたします。はい。こちら映っていますか？はい、映ってます。はい。で、声も聞こえていますね。では、こちら。お願いします。はい。日本大学工学部大学院建築学専攻1年の園田俊樹と申します。では、地方建築学生のハブ推進作戦に関するお話をさせていただきます。で、皆さん、ビームについての多くの発表がある中で、若干場違い感があるものの、本日は私の行っているメーカースペースの空間構成、分類化の研究と、日本大学ロハスの家跡地再生プロジェクトの非公式ロハス公募クラウドファンディングの準備と、プラトーの都市模型リターンの考案というのがメインとなっております。自己紹介をする尺の余裕がないので、このまままずファブ施設はなぜ時代にそういうものがある必要なのかというお話から、取り急ぎさせていただこうと思います。ね、LT 上演の、ND3M さんですっかり認知されているかとは思いますが、ファブ施設にもファブラボやファブカフェにメーカースペースと様々な種類があります。今回はファブラボネットワークでの正式な基準があるファブラボを参考にしてお話しいたします。ファブラボは運営者同士での理念を共有し、教材環境も共通のものとし、環境をオープンに共有して、そして一般市民へ、開くという一連の約束を果たすことで名乗ることができる、レーザーカットや 3D プリンターに触れる、などに触れることができる工房のことです。郡山にはファブラボがないので、このような機材は、廉価版のものを個人で買って扱っているのですが、ライノセラスとグラスホッパーを用いたコンピュテーショナルデザインやトポロジー最適化した、小物というのをはじめ、スタディ模型に生かしたりですね、建築模型の柱張りの、タイルに印刷したり、国土交通省配布の地理データなどを印刷したりと、広く浅く手を出しています。この中にはちょっと自宅で飼っている猫のフォトグラメトリーした印刷したフィギュアなども置いてあったりします。で、そしてこの度私の通う大学にもそういったものづくりができるカフェを設けないかという提案が出ています。こちらは日本大学工学部の公式ホームページからいくつか引用してきた内容なので、詳細はぜひそちらでご一読ください。こんな感じで私もちょっと載っています。ここですね。で、それで話がですね、令和元年10月の台風19号まで遡ります。もともとロハスの家というのは健康で持続可能な生活の基盤である家というものを研究対象として、実例として1から3号までの建物を実際に建てていたんですけれども、こういうものですね。それが
この台風で被災して、取り壊しとなってしまいました。そしてこの度、その跡地に新たなロハスの家を建てようと学生も踏まえたワークショップが開催されてまして、その候補の中に上がっているものがものづくりカフェなわけです。健康で持続可能なファブカフェというのはなかなか新しいテーマではないかなと、私も期待に胸を膨らましております。そういった流れを踏まえて、私は現在、メーカースペース、ファブ施設の空間構成分類化の研究を進めております。このような実測データとインタビューを通して、今後の研究の進め方を図っていくという基礎研究のつもりですね。ファブ施設はまだ本格的に登場してから10年程度で、ファブクロス様の調べですと、2018年まで急激に増加した後に、現在まで急激に減少しております。その施設に求められる要素の認識というのは極めて不安定なものとなっているのがわかります。ファブラボオープンビューや新規設立に向けた手引きなどという文章を読みますと、プロスペクティブファブラボやベータファブラボといったように、まず小さく運営を開始してから徐々に規模を整えていくのが定石という現状です。また、ファブスペースの多くは大学や高専といった研究施設の中や職場の中に含まれている場合も非常に多く存在します。韓国にて行われた研究だと、ファブ施設のライトユーザーとヘビーユーザーを包括できる形式の運営がいかに難しいかというのが示唆されておりまして、不安定な運営を余儀なくされる現状では、教育機関のファブ施設が大きな役割を担うことが予想されているとのことです。これらの表に出ない空間にも注目すべき要素があるはずだと睨んでおります。これらのファブ空間で、設計空間にどれくらいの面積が割かれているか、コワーキングスペースはどんな規模か、運営体制は何人で、敷地の立地はどんなものか、併設している店舗はあるかというデータを集めることで、今の日本の地方で求められているファブ施設なども分かるんじゃないかというのがテーマとなっております。なので、もしあまり知られてないけど、うちの学校にもファブ施設があるよという場合は、ぜひこの後の懇親会などで一度私に情報提供などお願いいたします。またその研究と並行してファブ施設の仮運営、ファースコをベータを開始したかったのですが、圧倒的にお金と人手が足りないという現状に突き当たりました。そして設備を整えるために助成金がないか探し、人材の確保のために広報活動を進め、あれやこれややっているうちにその両方を一括で行う方法があることに気づきました。それがクラウドファンディングです。こういったようにお金がたくさんかかって、とても手が足りないということですね。今、クラウドファンディングのリターン品を準備している段階で、その中にプラトンの都市模型が含まれています。ここまでためになるようなことをほとんど喋れていないので、最後にこのプロセスを紹介させていただこうかと思います。ざっくり説明しますと、G 空間情報センターでプラトンの GML データをダウンロード、FME で OBJ に変換、ブレンダーでインストールして編集、Cure でスライスして 3D プリンターや CNC ルーターで造形というものです。で、このプロセスで我らが郡山の都市模型をリターン品として作ろうと思ったのですが、プラトンの説明書で推奨されている FME の学生用無料版は商用利用が不可能でした。ここまでかと思ったものの、プラトーでは東京の23区だったら OBJ 形式でそのままダウンロードできるということで、今は都市模型のこういった模型を作成しております。この他にも学生が設計授業で提出した課題や、それをプラモデルのように作れるものの提案や、CNC ルーターなどを使った機の灯籠のデザインなど、少しずつアイデアが集まっているところですので、今後は都心の皆様に追いつけるよう、どんどんデジタルファブリケーションや頭を突っ込んでいこうかと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。このファブ施設は、なんかどなたが使えるとかっていうのはあったりするんですか？ちょっとそこの部分が今。これがですね、ロハスの家の新しく建てるものは、今までと違って、一般の人たちがいつでもいつでも利用できるようにというのをテーマにしているそうでして、このロハスの工房というのがもし建てられたら、それも周辺住民や他の高校や中学生の人たちにも開き放たれるような場所になるかと思います。はい、ありがとうございます。ぜひ応援しているので頑張ってください。ありがとうございます。それではですね、これで竹内さん、ライトニングトークは、ライトニングトークがすべて終了した形になります。はい、皆さんご登壇ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というところで、お時間もなかなか良い時間になってきましたので、この後のですね、懇親会の流れに関して、少しお話ししたいと思います。懇親会の方ですね、建築情報学会のディスコードの部屋に、今、もうすでにディスコードの部屋が立っていますので、皆様、そちらの方にですね、ぜひ、参加いただいて、オープン懇親会会場01ですね、の方に行ってください。で、登壇者の皆様もですね、この懇親会場の方にもいますので、質問だとか、コミュニケーションですね、ぜひ取っていただければと思います。一応22時終了になっていますが、こうお話ししたい方は、いろいろと話していただければいいかなというふうに
思っております。はい、一応懇親会場はですね、ビデオはオフで参加していただけるのと嬉しいです。画面の共有とかは可能なので、ビデオ、カメラはオフ、自分の顔はオフで、音声のみ、もしくは画面共有、配信というふうなところで、VR チャットでも構わないですし、そういったものを使って、ご参加いただければなと思います。ちょっとビデオがオンになってしまうとですね、入場制限みたいな形で25名ぐらいのユーザーしか参加ができなくなってしまうので、ぜひ音声で、ご参加いただけるようお願いいたします。はい、これはもう全員、こっち1個いっちゃって大丈夫ですか？はい、はい。大丈夫です。はい。で、今回ですね、初めて、参加される方にですね、Discord の、参加の、QR コードや、あとは、Twitter の方でですね、入れないよっていうのがありましたら、メンションで、事務局、ハッシュタグ建築情報学会、もしくは、事務局の方に、DM、もしくはこうツイートをしていただけると、我々の方で、拾って、リンクをお渡ししますので、よろしくお願いします。しばらくこの画面出しておきますので、皆様、順次、移動の方よろしくお願いいたします。一応ですね、先ほどもご説明ありましたが、懇親会場の会場自体はですね、明日の朝まで、明日の朝にクローズする形になるので、公式としては1時間の懇親予定ですが、その後、ご自由に朝まで語らっても構いませんというふうな形です。はい、それでですね、多分もう皆さん移動している方も多いかと思うんですが、次回のミートアップは一応、隔月開催でしたっけ？ 8 月頃を予定しているというふうに言ってしまって良いのでしょうか？いいですかね。はい。8月開催 OK はい。ですと出ましたので、次回は一応8月開催を予定しています。ぜひ、LT、ライトニングトークにご登壇いただける方、ネタを仕込んで待っていただけると嬉しいと思います。はい。それでは、あと1分ぐらいでこの YouTube の配信は終了とさせていただきます。皆さん、オープンチャンネルの、懇親会会場へ移動をお願いいたします。それではご登壇いただいた皆さんありがとうございました。ご視聴いただいた方もありがとうございました。